はい、皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみオックスアートでございます。今日はですね、このソニーのシネマラインの新製品 FX30 をレビューしていきたいなと思います。これね、噂になってた段階で結構ね、多くの動画クリエイターの人は気になってたと思うんですけれども、はい、そうです。これ、センサーは APS-C になってます。これは FX3 の筐体に新型の APS-C センサーを搭載した、言ってしまえば FX3 の弟分みたいな感じのカメラになってます。今回はですね、発表に先駆けて、数週間、使用させていただいたんですけれども、今日はね、この FX30 を主に FX3 との違いに重点を置いて、スペック周りを紹介したり、僕の実際の使用感を、作例を交えて皆さんにお伝えできればなというふうに思ってます。じゃあ、それでは、早速やっていきましょう。ではまずこの FX30 とこの FX3 の外観的な違いから見ていきたいんですけれども、正直ね、外観的な違いってぶっちゃけほとんどなくて、ここのね、刻印がまず FX30 になってるのと、あとはネジの色が若干違ったりだとか、あと AF 補助口がなくなってたりだとか、赤外線のね、リモコン受講部がなくなってたりと、微妙な差は存在するんですけど、よくよく見なければほぼほぼ違いはわからないです。で、本体重量は約 562g となっていて、こっちのね、FX3 よりもだいたい 70g と、ほんのわずかに軽くなってます。やっぱりね、最大の違いはここの部分、新開発の裏面照射型の APS-C センサーになるんですけれども、これまでの α6600 などに搭載されているセンサーは、裏面照射じゃないので、APS-C ではこの FX30 のセンサーが初となってます。有効画素数は動画撮影時が約2010万画素、静止画撮影時が2600万画素になっていて、さらに2つの基準 ISO 感度を持つ、いわゆるデュアルベース ISO となっていて、低い方で800、高い方で2500となってます。ISO のレンジは最低が ISO100 からで最大が32000となってます。ベース ISO っていうのにちょっと聞き慣れない方のために簡単に解説すると、センサーが一番広いダイナミックレンジを確保できて、で最もね、ノイズが少なく取れる、基準 ISO になってるんですけれども、デュアルベース ISO では、それが2つあるので、ISO800 と ISO2500、このね、どちらで撮影しても FX30 では、14プラスストップっていうダイナミックレンジを持っていて、で、そこがね、ノイズが一番少なく撮影できます。で、こっちのね、FX3 では、15プラスストップっていう風になっているので、大体ね、1段ぐらいは及ばないんですけれども、それでも非常に広いダイナミックレンジで撮影することが可能となってます。多分ね、このあたりは、この裏面照射型のね、センサーの恩恵かなという風に思います。で、記録フォーマットは6K からオーバーサンプリングされた 4K スーパー 35mm 42210ビットでの記録が可能となっていて、非常にね、高品質な映像を記録することができます。で、さらにね、4K120fps での記録も可能となっているので、僕の大好物であるスローモーションもしっかりと撮影することができます。ただね、クロップ率は約 38% となっていて、ここはね、FX3 よりも少し大きくなってます。そこは画素数が2000万と結構高いので、致し方ない部分かなっていうのはありますね。そんな感じで、このね、新型の APS-C センサー、かなりできる子になってます。そしてね、メニュー部分の UI だったり機能も、この間ファームウェアでバージョン2となった FX3 とほぼ同等です。S シネトーンはもちろん、オリジナルのラットをこの FX30 に読み込んで撮影することができたり、あとはね、新しい S ログ撮影、シネ EI とか、シネ EI クイックといった機能も使用することができます。で、さらにこっちの FX3 にもない機能なんですけれども、瞳 AF が鳥にまで対応していたりだとか、純正レンズと組み合わせればね、フォーカスブリージングを抑制する機能があったりだとか、あとはね、フォーカスマップといった機能が FX30 では使えます。特にね、フォーカスブリージング機能は、僕も α7 でめちゃくちゃよく使っていて、で、今もね、この動画も α7-4 のフォーカスブリージング抑制機能を使って撮影してます。いや、僕、このフォーカスブリージング機能に関しては、どうしてもね、1個だけ言いたいことがあるんですよ。ソニーさん、このね、フォーカスブリージング機能、早く α7S3。あれ？僕今なんか言いました？
で、さらにもう一つ、この FX30 と FX3 の大きな違いはというとですね、これはね、価格です。希望小売税込み価格ベースの話なんですけれども、FX3 が現在54万8900円とかなり高額ではあるんですけれども、このね、FX30 はなんとボディのみで27万3900円となっていて、ほぼこの FX3 の半分の価格となってます。どうですか？正直ね、僕もう少し上の価格帯で出てくるかなと思ったんですけど、まさかの FX3 の半分の価格となっているので、これはね、非常に嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。実際にね、これをしばらく使ってみてどうだったかというと、やっぱりね、動画を撮る上においては圧倒的に α7S3 とかα7-4 とかに比べると、この FX30 はね、動画の撮影がやりやすいです。特に FX3 と同じ新しい UI だと、メニューを開けば、現在の設定が一覧できて、瞬時に必要な設定っていうのを変更できるので、例えばスローモーションを撮影したいなと思った時に、フレームレートを 120fps にして、シャッタースピードを250分の1秒に切り替えてみたいなことを、ちゃっちゃとできます。また、撮影感度を、ベース ISO に固定して、常にね、この最小の、ノイズ、最大のダイナミックレンジで撮影できる、シネ EI とかシネ EI クイックみたいなのも今回僕初めて使ってみたんですけれども、ここの上部にある ISO ボタンをカスタム設定でベース ISO のね、切り替えに割り当てて、これもね非常に使いやすかったです。正直ハードウェア的には FX3 も FX30 もシネマラインというシリーズとはいえ、小型軽量に振り切ったモデルになっているので、FX6 とかにあるような、内蔵 ND だったり SDI といった、インターフェースはないんですけれども、いわゆるラン&ガンスタイルって言われるような、ワンオペでね、チャッチャッチャッと撮るスタイルの人にとっては、それこそ非常にね、使いやすいというか、それが最大の魅力だと思います。今回ね、僕久しぶりに APS-C 機で撮影をすることになって、レンズどうしようかなって思って、で、今はね、ほとんどフルサイズで撮影することが僕も多いので、あまり APS-C の対応のレンズっていうのを持っていなくてね、普段よく使ってる、フルサイズの広角レンズだと、APS-C だと、標準レンズぐらいになっちゃうので、今回はこの APS-C 対応の広角レンズ 1020F4G レンズと、あとは 15mm の F1.4G レンズ。この2つをね、お借りして撮影してきました。広角以外は、いつも使ってる、GM2470F2.8GM2 だったり、あとはGM50mm F1.2 とか、あとはね、今回ちょこっと70-200の F4 の僕 G レンズの方ですね。こちらも使って撮影をしてきたんですけれども、まずね、この APS-C 対応のこの G レンズ2本。これはね、動画を撮影するのにめちゃくちゃ使いやすくて、で特にね、15mm F1.4 は明るくて、35mm 換算で言うと、22とか、23とかぐらいになるので、僕が普段使ってるフルサイズの画角と近くて、今回ね、一番出番が多かったかもしれません。F1.4 っていうのも、すごくよくボケるし、特にね、今回暗い時間帯での撮影が多かったんですけれども、そのあたりでもね、非常に活躍してくれました。10-20mm は、F4 なので、屋内だとちょっとね、FX30 が FX3 ほどの高感度耐性がないので、ちょっとね、使いづらい部分っていうのは正直あるんですけれども、でもやっぱりこの超広角っていうのは、屋外の風景をドーンと切り取る、際にはすごい生きてきますし、またね、FX30 で自撮りで Vlog をしたいっていう方にとっても、すごく広く撮れるのでおすすめです。とにかく、APS-C のレンズって軽くて小さいんですよ。FX30 は、言っちゃえばこっちの FX3 と、ボディサイズだけ見れば、全く同じなんですけれども、でもね、このやっぱり APS-C のレンズと組み合わせれば、それこそラン&ガンスタイルでの撮影っていうのは、非常に機動性高くやりやすかったです。15mm も、こっちのね、10-20も、シャープな写りも、高い AF 性能も、やっぱりね、純正ならではとなっていて、でなおかつ APS-C 対応の、レンズっていうのはね、価格もフルサイズと比べて非常に手を出しやすくていいですよね。FX30 を購入するなら、必ずね、この2本のうちどちらか1本は、僕だったら手に入れておきたいレンズかなというふうに思います。でね、もちろんFX30 でもフルサイズのレンズは使えるし、で、今回ね、僕が使ってたのが、このね、2470なんかは、35mm 換算すると、だいたい36105と、非常にね、使いやすい画角に化けます。広角単焦点レンズと組み合わせて使うと、画角の被りもなかったり、非常にね、撮影がしやすかったんですよ。
フルサイズでもね、3610F2.8 とかっていう GM をですね、ソニーさんぜひ検討していただけないかなと思います。APS-C 対応の、標準や望遠といったレンズを今回ね、僕は使用していないんですけれども、16-55mm F2.8 や 18-105F4G といった高倍率ズームとかもあるので、それらをチョイスするっていうのもいいと思うんですよ。ただね、もし予算があるのであれば、僕はね、やっぱりGM レンズをぜひね、検討してほしいなっていうふうに思います。僕、言葉では、GM レンズの改造感がとか、すごいボケ感がとかっていうのは、これまで散々言ってきたんですけれども、やっぱりね、僕が本当初めてGM レンズを使って、撮影してきて、で、そのデータを家に帰ってきてモニターで見た時の感動、あれはね、やっぱちょっとね、言葉だけじゃ正直伝えきれないですね。確かにね、レンズとしての性能がずば抜けている分、その分ね、価格にも反映されてきてはいたりすると思うんですよ。それこそものによってはこの FX30 の値段すら超えてくるGM レンズっていうのはあるので、非常に悩ましい部分ではあるかなと思うんですけれども、ただやっぱりね、僕の作品を支えているのはこの G マスターシリーズのレンズとなっているので、皆さんにもいつかは G マスターレンズをということで手にしてもらって、僕があの時感じた感動を皆さんにも味わってほしいなっていうふうに思ってます。というわけで、じゃあ最後にね、この新しい FX30、一体どんな人におすすめのカメラかというとですね、それはやっぱり手頃な価格で動画に特化したカメラを欲しいなと考えている方に尽きるんじゃないかなと思います。正直ね、FX30 の倍の値段を出す予算があるのであれば、使い勝手はほぼ一緒で、高感度耐性だとか、あとはダイナミックレンジといった面でも、フルサイズを搭載している FX3 にいけるのであれば行った方がいいかなと思います。ただね、その予算っていうところは、こればっかりはどうしても人それぞれですし、僕だってね、予算があれば、それはベニスとか欲しいですよ。とはいえ、勘違いしないでほしいのが、この FX30 の性能が低いっていうことでは全然なくて、むしろこの新しいディメンション車型のセンサーで 6K からオーバーサンプリングされた 4K 動画はですね、本当に十分な光が確保できる環境であれば、もう本当 FX3 といった上位機種と全く見劣りしない品質の映像を撮ることができます。20万円台のこの APS-C 機として見ても、マーケット全体を見てもね、結構強いんじゃないかなと思います。またね、この APS-C 対応のこのレンズとこの組み合わせた、トータルでのサイズ感が好きと、あえてフルサイズじゃなくて APS-C を選ぶっていう選択肢は僕はもう本当全然ありだと思ってます。レンズも今回ね、僕が使ってたようなこれらのね、レンズは10万円を切る価格の本当に良いレンズもいっぱいありますし、言っちゃえばね、もう性能面では上を見ればキリがないので、動画楽しそうだなとか動画にチャレンジしたいなということであれば、まずはね、僕はスタートを切ることが大事だと思います。少なくともこの FX30 と今日紹介したレンズであれば、もう本当最低でも皆さん今回ね、僕が撮ってきた作例くらいは皆さんでも確実に撮れます。僕ね、よく勘違いされてるんですけれども、趣味が高じてね、こういったことをやらせてもらってはいるんですけれども、別にプロっていうわけでもないですし、本業はもう僕別にあって、それもね、全くカメラとは関係ないですからね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。参考になったという方はですね、ぜひ高評価と動画の感想でもいいですし、FX30 皆さんがね、こう思ったみたいなコメントなんかもいただけると、非常に嬉しいなというふうに思います。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。ピース。